ャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125無重力シート張り替え編です。無重力シートってなんだ？温泉なんかで売っているゲルクッション、そして無重力の座り心地、長い年月でボロボロになったシートをネットで買ったシート側に張り替えて合体。最後までゆっくりしていってね。というわけで通勤快速として毎日乗っているコマジャですが、すでに15年も経ってしまい、メッシュの座布団を敷いてごまかしてきましたが、実はシートがこんな状態です。何度か修復もしてきましたが、劣化が進みどんどん拡大していきました。風雨にさらされたスポンジも風化してポロポロと崩れてきています。もはやこのスポンジでは快適性は望めない。そこでスポンジを削り取りゲルクッションに置き換えて無重力を体験したいと思います。本当かな。ではシート表皮張り替え作業開始です。ベータピンを引き抜いてダンパーを外します。吸油口カバーを外します。シートのステーを外します。ナット2個で止まっています。シートが取れました。ステープルを抜くため先が小さいマイナスドライバーを使って差し込んでひねると楽に浮きます。刺してはひねり、刺してはひねる。ちぎれてしまう箇所もありますが、気にせずどんどん外していきます。意外とプチプチ楽しいです。場所によってはてこの要領で刺しては起こし、刺しては起こす。ぐるりと一周浮き上がらせていきます。吸油口周りはカーブがきつく、本数も多く間隔は狭くなっています。ほとんどが錆びついていてちぎれまくりです。次は浮かび上がったステープルをラジオペンチで引き抜いていきます。まるでコマジャさんに刺さったトゲを一本一本抜いてあげているような優しい気持ちになります。ちぎれて残ってしまった残骸もきれいに除去します。取り残しがないか確認します。やっと全部取れました。
スーと抜けます。中には水よけがついていて、ステーの穴からシートの中に水が入らないようになっていました。バックレスト用の新品表示もついてきましたが、特に傷んでいるところもなく綺麗だったので、このまま再利用します。それではいよいよボロボロになったシートを剥がします。この黒い部分は一体何？汚れなのかカビなのか？食事中の方ごめんなさい。ビニールが1枚かぶせてありました。おそらくスポンジの防水とシートとの摩擦を軽減するためかと思われます。破れていたので取り除きます。ここでゲルクッションの登場です。向きや中心が合っているか仮置き。マジックでぐるりと一周かたどります。ゲルクッションは直接触るとブヨブヨしていてちょっと不気味。よし、OK。そして9ミリ幅の細めのカッターを使用。切れ味と作業性が大事なので、新品の刃に交換してから作業開始。深さはゲルクッションの厚み分。前の部分は意外とスポンジに厚みがない。ゲルクッションだけになっちゃいそう。線に沿って刃を入れていきます。カッターは力を入れずひたすら引きます。今度は切れ込みの端を持ち上げながら水平にカッターの刃を動かして、汚れて風化した座面を薄く剥ぎ取ります。まるで魚を3枚におろしているみたい。板前さんになった気分です。意外とスポンジに厚みがなく、薄く剥ぎ取るつもりが裏側に貫通してしまいました。それでも座面の状態は最悪なので、たとえスポンジがなくなってもこんな汚いシートには座りたくない。カッターの刃は新品なのでものすごく切れるから、自分の手を切ったらえらいことになります。硬くなってポロポロ崩れていた表面が取れました。あとはデコボコできるだけ平らになるように修正していきます。この上に厚手のゲルクッションがかぶさるので、厳密に平らじゃなくても問題ないと思います。やはり前の方のスポンジはなくなっちゃいました。でもゲルクッションが補ってくれます。修正が終わったのでシート台座に戻します。それではいよいよゲルクッションを乗せてみましょう。ドン・キホーテで見つけてお尻に優しそうだったのでつい衝動買いしてしまいました。一応言っておきますが、私は地主ではありません。お尻が滑らかに沈み込むようにビニールを挟みます。余った部分は台座
スポンジの間に折り返して挟み込みました。シワを伸ばして整えます。そして某オークションで約1200円だったマジェスティ125用シート表示です。もちろん純正ではありませんが、1200円なら文句はありません。縫い目や寸法のクオリティに特に問題はありませんでした。そして今回太い針が打てる強力タッカー、この日のために南米の密林で購入。位置を決めたら固定のため四隅にタッカーでステープルを打ち込みます。バックレストを取り付けるためステーを通す穴をカッターで開け、バックレストを差し込みます。タッカーがうまくいかなかったので一応未完成です。ここでタッカーについて考察します。動画内で使用しているタッカーは残念ながらうまくいきませんでした。ちなみにこちらはマックス製、もともと持っていたもので約1000円、太さ 0.5mm、 刺さりませんでした。こちら約1500円で強力タイプと書いてあったのでポチりました。太さ 1.2mm、 太すぎて刺さりませんでした。シート台座は意外と硬く、諸先輩方によるとマックス製 T36M がおすすめとのことですが、刺さり方にばらつきはあるようで、もっと強力なエアタッカー等でないとうまく刺さらないようです。というわけで私はタッカーは諦めて別の方法に切り替えました。太さ3、高さ 8mm のステンレスビス、シート表示、販売元でも推奨しています。錆びないし、やり直しもできるし、トータルコストが安い。最初からこれでやればよかった。やり方も簡単で、キリか千枚同士を使って表皮を引っ張って軽く下穴を開けます。またはハンダゴテを使えば下穴は一瞬です。ドライバーの先にビスをセットして、下穴に表皮と台座をビス止めです。ビスの間隔が広いなと思ったら好きなだけ追加していきます。ステープルの代わりに20本から30本完成です。そして完成した見た目はこんな感じです。ビリビリに破けていたシートだったので大満足です。縫製もしっかりしていて、表面には滑り止め加工もされています。当然ながらとても柔らかく、長時間でもお尻に優しそうです。無重力かというと、はい、皆さんお待ちかねの生卵を用意しましたよ。テレビショッピング恒例の柔らかさを証明する実験です。座ってみましょう。果たして生卵は無事でしょうか。おや、目玉焼きになっちゃった。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。